あ、そう、なんか違いですか。いろんな人、お年寄りからお子様までみんなが食べれるような、普通に美味しいって言ってもらえるような、そんなお菓子を作りたいなと思ってます。そして美味しい。すごく美味しいです。美味しいです。はい。近所の人が来てくれるのが嬉しいですね。不安定よね、近所にこういうお店が。体重がね、どんどん成長しちゃうからさ。ちゃんと作ってれば来てくれるっていうのが、ありがたいですね。今日9時ぐらいに1回いちごを取りに行きたいです。いいですか。ここから2、3分のところにいちご農園があって、そうすごい新鮮な活用。店は去年です。本当ちょうど1年ですね。1月の20日で1年です。工房と一緒なんです。開業日が。お店を始める前に2019年から3年ちょっとここから10分ぐらい離れたところでお子様連れでも来られるようなカフェを経営してたんですけども、2023年に閉めて小さく自分のできる範囲で子供もまだ小学生なので手の届く範囲でできたらいいなと思って始めたのがきっかけですね。これはレモンケーキです。国産のレモンを使って作ってます。淡路島。なんか小学校の子供たちが町探検でうちのお店に来てくれた時があって、この後どこ行くんですかって先生に聞いたら、いちご屋さん行くって聞いて、それで知ったんです。調べて連絡してで美味しかったので、そこに今お願いしてますね。はい、すいません、ありがとうございます。これが小さいので、大きいのが5つ印してありますんで。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、すいません。うちはとちあいか 100% でやってます。で、特に糖度が高い、甘くて美味しいっていうのがあるんで、とちおとめからとちあいかに全部変えちゃいました。赤の LED が特に効果的だっていうことだったので、朝晩光を少し当ててあげる栽培方法をやってます。赤いんですか。赤いんです。この辺真っ暗だからすごい綺麗なんですよ。なんかケーキ屋さんでわかんないみたいで、ここ。あ、確かに。そう、通ってでも何屋さんだろうってよく言われるんですよ。お子様の性別が分かった時にサプライズで男の子か女の子か切り分けたら分かるっていう。全部オリーブミルクケーキなのでちょっといつもと仕様が違います。今回はいちごとキウイ、女の子みたいなのでいちごを入れます今日。うちデコレーションのケーキ、デコレーションのこれっていうのが決まってなくて、
お客様一人一人全部違うんですよ。その時考えながらやってます。今日は角落とさないでそのままいってます。まあ、カフェはカフェで楽しかったですけど、働きやすいのはこっちですね。やっぱ自宅が隣なのでカフェの時はやっぱり何があってもすぐには帰ってこれなかったので、6時ぐらいまでここで仕込みをして一旦ご飯作りに帰ってみんなでご飯食べて片付けしてでまた一緒に戻ってくる感じです。本当にいいのか悪いのかって感じですね。前より働いてる気は結構しますでも前より気持ちは楽な気もします。自分のペースでできるので、できるだけ安い小屋を探して、この小屋も箱は売ってるんですけど、中は途中までしかやってもらわないで、あとは大体主人がやっぱりやってこの窓とかも全部主人がつけてくれて、壁も全部自分たちで塗って、この辺もこの床とかキッチンタイルとかも主人ができるもんそうだからだいぶ費用的には抑えられましたね、うちは。これはブラウニー、焼き菓子のブラウニー。結局木金色で全部売れちゃうので、本当に毎週一からやり直して、焼き菓子も結構皆さん買ってくれるので、3です。木金銅で基本的にだいぶケーキ屋さん業界も優しくなりました。ケーキ屋さんで働いてる頃って朝6時から8時とか9時ぐらいまでが普通だったので、女の人には無理だなと思って一旦ケーキ屋は辞めたんですよ。カフェの方に転身したんですけど、今はね働き方がいろいろできるので。結構自分たちでやったところが多かったので、まあでも楽しかった楽しくできましたけどね。自分の好きなようにできるので、やっぱり結構そのお菓子屋さんやりたいんですっていう見に来る人結構いますインスタで DM もらったりとか、私もこういうお店やりたいんですけどなんか教えてくださいみたいなで結構いるんだなと思いました。やっぱり全然 OK です結構何でも聞いてもらって大丈夫ですね、やりたくても多分戸惑ってたりやれなかったりする人もいると思うので、全然住宅街でもこんなにちっちゃくても一人でもこれぐらいはできるんだよっていうのが参考にしてもらえたら全然嬉しいですけどね。紡ぐのおやつっていう素朴な素焼きのクッキーを販売してるんですけど、子供たちってやっぱりナッツとか入ってない方がいいので子供たちに人気ですね。めっちゃ黄身が濃いんですよ。あ、これスポンジです。
ちゃい頃に作ったりしてて、お菓子を作るのが好きっていうよりも多分お菓子を作って家族にあげて美味しいって喜んでもらえるのが嬉しくて、すごいねって褒めてもらえるのが嬉しくて、多分ケーキが楽しいってなって、多分小学校の文集とかに大きくなったら喫茶店やりたいですって書いてあったと思う喫茶店かケーキ屋さんって書いてあるのかな。それはなんか覚えてますね。それを書いたからなのかわかんないけども、もうずっと結構その頭でしたね。だから迷わず高校を卒業したらケーキの専門学校だったし、楽しかったですね。のプリンはしっかり固めのプリンです。
コーンです。朝焼きのスコーンを毎朝やってます。卵ですね。卵と牛乳をちょっと合わせたものです。表面の照りに作ってもらってお花を販売するんで。シュークリームですね。普段はしないんですけど、ホワイトデーなのでちょっと。詰め物を、それがどうしても大変で。
オープン時間だけでやってくれる人いないかなと思ってちょうど連絡くれて手伝いますよってやってもらうことになったんですけど、エディブルフラワー。プリンアラモードになります。いろいろフルーツが乗ってる喫茶店とかであるようなプリンアラモードのイメージで作ってます。カスタードクリーム昨日炊いたスポンジケーキです。どうなんでしょうか。抹茶のバスクチーズケーキですね。生のケーキはなんだろう、でもショートケーキが美味しいです。クリームの甘さがちょうどよくてすごく美味しいです。すごく美味しいので買い占めたい時あります。昨日は焼き菓子でしたね。昨日買って帰られる方が多かったですね。熊本県産の和栗です。焼きそば作ってくれますよ皆さんは。焼きそば作るのは好きで、私が仕事でもこっちにいるから作ってあげるよって言ってくれるんですよ。長女小学5年生なんですけど、7時ぐらいまで仕込みをしてると、ご飯作ろうかって言ってたまに作ってくれます。本を見ながら助かります。いやいやいや。
人気なのはやっぱシュークリームですかね。皆さんに美味しいって言ってもらえて結構早い段階でなくなっちゃったりもするので、シュークリームは柔らかいタイプではなくて、上はザクザククッキー生地を乗せて焼いてるので、ザクザクしたしっかり焼き込んだシューの皮にカスタードと生クリームを乗せてるんですけども、カスタードもナスゴヨウランを使っているので本当に濃厚で味が濃いので美味しいと思います。シュークリームぜひ。はいあと2分だ。いつも時間との戦いなんでギリギリすぎて。そこにいつもあるのを2つずつ買って食べます。で美味しいんだよねって噂は聞いていて、買いに来たら本当に美味しかったと思って、どれ食べても美味しいです。だから1つずつ買って食べ過ぎないようにしますね。あ、そう、なんか違いですかって言ってお話がして。はい。私はシュークリームです。ここは生クリームが甘すぎる。ここのケーキを食べちゃうと、よその生クリームがすごく甘く感じちゃう。美味しいですよ。ぜひ。まずいよね、近所にこういうお店が。体重がね、どんどん成長しちゃうから。歩いてきたりしてくれてる。本当に近所の人が来てくれるのが嬉しいですね。こういう住宅街なので、ね、お店を始めるってご近所さんにどうなのかなっていうのが一番やっぱ懸念点だったんですけども、お散歩がてら来てくれたり美味しいって言ってもらえて、贈り物とかにも使ってもらってるので、良かったかなと思います。もうお家の敷地内に建ててるので、やっぱり子供との距離も近いし、ね、主人も本当に DIY もそうですし、営業に関してもイベントで日曜日開けなきゃいけないっていう時も結構協力的にいいよって言ってくれるので、子供の面倒は見てくれるので助かってますね。カフェで社員やってくれてた子です。今は全然違う仕事をしてて、取られてるのアイシングをもともとやってたので、イベントの時はアイシングを作って持ってきてです生ショコラ好き。私チョコ苦手なんですけどココア生地とチョコクリームが美味しいです。はい。お客様が楽しめることとか考えるの好きなので、子供の日だったらもう子供向けのケーキだったりとか、クリスマスだったらもうクリスマス仕様のカットケーキとかちょいちょいやっているので、定期的にそういう、みんながちょっと行ってみようかなと思えるようなちょっとしたイベントをやっていければなって思いますね。